こんにちは。ずんだもんなのだ。バイトして中古のノートパソコンを手に入れたのだ。1万5,000円くらいのバーサプロ VK23LB T なのだ。お安い試合さんだし、そもそも企業向けなのでボロいかと思ったらとっても備品だったのだ。そういえば同じ機種であるファさんが MacOS ベンチュラを入れていたのだ。お願いしたら 500GB の SSD と 16GB のメモリをもらえたのだ。ただでもらえたのはラッキーなのだ。というわけで今回はこのノートパソコンを Windows 11とベンチュラのデュアルブートにするのだ。ひとまず Windows 10が入っているのでネットアカウントにしてライセンスをネット上に移しておくのだ。そしてクローンジラでバックアップを取っておいたのだ。さて、そうしたら中身を入れ替えるんだけど、やったことないのでドキドキなのだ。アルファさんのここのページを見てやったのだ。裏蓋を外したらこんな感じで SSD はネジ1本で外れるし、メモリも簡単に取り替えられたのだ。F2 をポンポン押しながら電源を入れて BIOS を出したのだ。この通り RAM も SSD もちゃんと認識されていたのだ。では最初に MacOS ベンチュラを入れるためにインストール USB メモリを作るのだ。先日作った Windows 上の VMware のベンチュラで作るのだ。まずここを探して MIST という MacOS のダウンローダーを探すのだ。これなのだ。GitHub にあるのでそこからダウンロードするのだ。ダウンロード先をアプリケーションフォルダにして開始なのだ。結構時間がかかるので我慢するのだ。ちゃんとベンチュラのインストーラーがあるのだ。32GB 以上の USB メモリを挿して仮想マシンに接続を選ぶのだ。そうしたらこの USB メモリが認識されるのでディスクユーティリティで消去するのだ。後で使うので名前は USB とするのだ。
次はインストーラーを使って USB メモリに MacOS 本体を入れるのだ。打ち込みが面倒なのでアルファさんのページからコピペするのだ。まずこう打ち込んでタブキーを押すと自動保管で候補が出てくるので楽できるのだ。ここまで保管でいけるので楽なのだ。残りはアルファさんのページからコピペなのだ。結構時間がかかるのだ。特に USB メモリは新しいのでないと書き込みが遅いので注意するのだ。ここまででベンチュラ本体が USB メモリに入ったのだ。次はブートローダーの EFI フォルダを入れたいのだ。そこで EFI エージェントを入れるのだ。EFI エージェントで USB メモリの EFI パーティションを開くのだ。何も入ってないのでここに入れる EFI をアルファさんが用意してくれたのだ。これをダウンロードして入れるのだ。この EFI フォルダはジェネリックのクローバー。同じノートパソコンでも BIOS が違うと動かないので BIOS が違ってもとりあえずのところ動くようにしてあるやつなのだ。差し込んでUSB から起動してインストールするのだ。F12 キーをポンポンしながら電源を入れるのだ。USB メモリに切り替えてそこからブートするのだ。このメニューを選ぶのだ。ここまで出れば一安心なのだが、ディスクユーティリティがちょっと面倒だったのだ。最初から APFS で全部を消去すると Windows を入れるパーティションが作れなかったのだ。そこで Mac、OS 拡張で消去するのだ。
次にパーティション作成の時に APFS で半分個にするのだ。こんな感じに前半分に APFS のパーティションができるので、そこにインストールするのだ。インストール中何度か再起動するのだけれど、必ず USB から起動して、このメニューがある場合はこれを押すのだ。後でこのメニューがなくなったら、このメニューを押して続けるのだ。ここまで来ればもう OK なのだ。スキップできるものはスキップして、いくつか画面を入力してインストールを済ませるのだ。次はWindows 10を入れるのだ。インストール USB メモリをここに習って作るのだ。同じように USB メモリを差し込んで F12 ポンポンの電源オンで進めるのだ。同じようにして USB メモリからブートして、インストールを進めるのだ。カスタムインストールを選ぶのだ。ここでドライブゼロパーティション2にベンチュラが入っているので、一番下のパーティション3を消して、新規作成するのだ。これでほどなくして Windows 10は入るのだ。Windows 10のアップデートを終えて、次は Windows 11を入れたいのだ。スカイレイクのノートなのでちょっと工夫しないといけないのだ。管理者権限のコマンドプロンプトでこのように打ち込んで、あとは USB メモリを作るなどして Windows 11にアップグレードするのだ。うまくいったのだ。さて、ベンチュラに戻るのだ。さっきのベンチュラのインストーラー USB メモリを挿して、それからブートするのだ。この画面で F4 ボタンを押してからこのメニューを選んで起動するのだ。 Windows
ション読みたいので EFI エージェントを入れるのだ。パッチの方法を知るためにアルファさんのページを見るのだ。ML ファイルを入れるフォルダを作って、さっき F4 を押したので ML が作られているので、そこからコピーするのだ。コピーするのは DSDT と SSDT なのだ。次はディスアセンプルをするのだ。ISL ジップをダウンロードして、指示通り端末でコピーコマンドを使うのだ。コピペでいいのだ。ディスアセンプルのコマンドもコピペでいけるのだ。DSL ファイルができてるのでフォルダを作って移動するのだ。終わったのだ。パッチする DSDT、DSL を別のフォルダに入れるのだ。無 CIASL を使ってパッチするのでダウンロードしてインストールするのだ。
ジファイルをダウンロードしておくのだ。書いてある通り DSD-TDSL をダブルクリックしても CASL を動かすのだ。3つのパッチファイルを適用するのだ。ダウンロードファルダの中にあるのだ。これとこれとこれなのだ。コンパイルするのだ。エラーなしでうまくいったのだ。最後にバイナリ形式を選んで AML ファイルとして書き出すのだ。パッチ後のファイルをクローバーの方に戻すのだ。DSDT と SSDT の AML を戻せばいいのだ。パッチ後の DSDT、そのままの SSDT なのだ。お疲れ様でした。これでこのクローバーで再起動すると、この通りバッテリーの表示がきちんとできていて、トラックパッドもちゃんと出たのだ。シリアルナンバーなどを書き換えるためにクローバーコンフィギュレーターをインストールするのだ。最後に USB メモリから SSD に移してシリアル番号などを変えておくのだ。もともとの Windows のフォルダもあるので気をつけるのだ。これで Windows もベンチュラも選択できるようになったのだ。次の回の2ではオープンコアのモッドにこれを移していくつもりなのだ。長い間見てくれてありがとうございます。続きを見るとオープンコアになるのだ。ぜひ見てくださいね。